ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国の内陸部、雲南省の昆明だ。今回は、中国でも珍しい、2階建ての寝台列車に乗車するぜ。2階建ての列車って、日本でもたまに見かけるけど、人口が多い中国ならもっとたくさん走っていそうだね。実は、中国では、2階建て車両はかなり珍しい存在なのだ。中国鉄路は結構昔から2階建て客車を運行しているのだが、高速列車の運行範囲拡大により近年は数を減らしてきた。2026年1月時点で2階建て車両で運行される毎日運行の定期列車はわずか1往復。昆明発霊光行きの Y752 時とその折り返しの Y754 時だ。深夜発、早朝着の夜行列車で、雲南省の省都、昆明と、400キロ離れた霊光を結ぶぜ。どんな列車なのか気になるね。早速乗りに行こう。夜の昆明駅にやってきた。昆明駅は2棟の建物が繋がった独特な形状だ。郊外の昆明南駅や地下鉄の改良により乗客の動線が変化し、以前はごった返してカオスな雰囲気だった駅前広場は随分とスッキリした。昆明駅北口は2021年、雲南省からラオスのビエンチャンまで伸びるラオス中国鉄道の改良に合わせて改装され、記念モニュメントが設置されたぜ。建物の雰囲気は変わったけど、赤字に黄色文字のスローガンは健在だね。厳重な荷物検査を通り駅の中に入ってみよう。現在の昆明駅の駅舎は2005年に完成した。日本のターミナル駅に比べれば広々とした空間だが、最新の郊外型ターミナル駅に比べるとこじんまりした待合室だ。ラオス行き国際列車も発着する駅なので、国際列車専用改札口も設けられているぜ。雲南省は東南アジアとのつながりが強いんだね。夜9時ともなると日付をまたがない中高列車の本数は少なくなってくるが、夜行列車に乗る客で待合室は混雑している。Y752 時の改札口護衛に到着。改札が始まり、大きな荷物を抱えた乗客が我先にとホームになだれ込んでいく。2階建てのでかい車両がホームに鎮座しているね。こちらが今回乗車する昆明発霊光駅 Y752 時だ。2階建て客車12両を連結している。中国の2階建て客車は全長 25.5 メートル、全高 4.75 メートル。2022年に引退した2階建て新幹線、E4 系の中間車とほぼ同じサイズだ。2階建て客車はホームから上の部分だけでも4メートル近くの高さがあり迫力満点。断崖絶壁の車体側面はグレーの塗装も相まってまるで塗り壁のようだ。中国の普通の客車はトワイライトエクスプレスみたいな緑の塗装だけど、2階建て客車は塗装も独特だね。そうだな。車体色はグレーで、片側に青とオレンジの模様が入っている。これは昆明局2階建て客車のオリジナル塗装で、広い中国の中でもこの路線でしか見られないぜ。連結部は車両の塗装が前後で違うのが面白いね。2階建て客車は JR 東日本の近郊型グリーン車などと似た構造で、平屋の車端部にドアがあり、車両中央の車輪間が2階建てになっている。この列車の2階建て客車はすべて寝台車で、高賀車の SYW25、南賀車の SRW25 という2タイプが連結されている。両車の外見は特に変わらないが、車端部の車両番号で区別できるぜ。昆明局の2階建て車両は2004年に製造された。この車両を最後に中国鉄路は2階建て客車を導入していないので、おそらく中国最後の2階建て車両になるだろう。中国鉄路の2階建て客車は昆明局以外でも少数が生き残っているが、いずれも臨時列車でのみ運用されており、近い将来引退すると思われるぜ。中国では2階建て車両は絶滅寸前なんだね。そういえば、この駅は JR 西日本みたいな昇降ロープ式ホームドアがついているんだね。そうだな。ロープ式ホームドアは中国でもまだ珍しい存在なのだが、昆明局は積極的に導入を進めているようで、雲南省の主要駅で設置されているぜ。編成の端まで行ってみよう。先頭側には2両の食堂車が連結されている。食堂車は平屋の 25G 型客車だ。通常の平屋客車も日本の車両に比べれば大型なのだが、2階建て客車とのサイズの差は歴然だ。25G 型客車はそれほど珍しい車両ではないが、車内は観光列車仕様の特別な内装だぜ。後で車内の様子を見て回りたいね。牽引する機関車は真空の車体が特徴の HXD3D 型。HXD3D は中国鉄路旅客列車の主力機で、体感では長距離旅客列車の3分の2ぐらいはこの形式が担当しているぜ。中国ではよく見かける車両だね。この編成は昆明霊光間夜行列車、Y752-754 時の他に、前運用の霊光代理間中高列車、Y759-760 時も担当する。Y759-760 時は多客時限定の臨時列車だぜ。中国の客車列車種別には Z とか K が多いけど、Y というのは初めて聞く種別だね。Y は余裕の略で、観光列車の種別だ。これから乗車する Y752 時が目指す霊光は、少数民族のナシ族が築いた歴史的な街並みや玉龍雪山などの雄大な自然で有名な観光都市なので、
この区間の客車列車は観光列車種別で運行されているのだ。車内は観光気分を盛り上げてくれる特色ある内装になっているとのことだぜ。どんな内装か気になるね。早速、高賀車 SYW25 の車内に入ってみよう。車両端のドアから入り平屋部分を進む。平屋の大部分はトイレや洗面所で占められ、一部屋だけ寝台スペースがある。その先には2階建て区画に通じる階段。1階と2階で通路の位置が逆になっており、空間を有効活用していることがわかる。踊り場には案内板があり、自分の寝台の方向がわかるようになっている。まるでホテルの客室みたいな案内だね。今回乗車する1階部分に降りてみる。床には不思議な柄のカーペットが敷かれていてちょっと高級感があるぜ。開放寝台ではあるが、ベッド部分は壁があり、半個室になっている。各コンパートメントは2段ベッドが向かい合う構造だ。2階部分も同じ構造なので、この客車には寝台が縦に4段も並んでいることになるぜ。とんでもない収容力だね。一般的な高賀車は定員66人なのに対し2階建て客車の定員は82人だ。ちなみに、平屋部分の寝台は3段ベッドでこれは中国の高賀車両では標準的な内装だぜ。2段目、3段目はさっき見た2階建て部分に比べて少し窮屈そうだね。ちなみに、廊下の壁に書かれている絵文字のようなものは霊光周辺に暮らすナシ族という少数民族の文字だ。この文字はトンパ文字といい、ナシ族のシャーマンであるトンパにより用いられてきた。たとえナシ族であっても日常的にこの文字を使用している人は皆無なのだが、見た目が独特で可愛いので、観光ムードを盛り上げるために霊光では看板などでよく使われているんだぜ。良い旅をみたいな普通の文章に混じって中国特有のスローガンも書いてあるんだね。少数民族地域ということもあり、民族独立の抑制を意図した内容が多いぜ。藍色のカーテンもこの列車独自のもので、代理に暮らすペイ族の染め物をイメージしているぜ。いろいろなところに民族要素を取り入れているんだね。9時30分、ロープ式ホームドアが下がり列車は昆明駅を出発した。この列車は昆明発霊光行きは I752 時、途中の停車駅なしのノンストップ列車だ。昆明、霊光間には代理という観光で有名な街もあるが、深夜に通過する。霊光には翌朝7時55分に到着予定。霊光までの所要時間は10時間半ぐらいだぜ。夜行列車としては使いやすいダイヤだね。列車は夜の昆明の街を通過していく。今回乗車した昆明霊光間では CR200J による中高列車も多数運行されているのだが、この列車はほぼ満席だ。中高列車より安い運賃で寝ながら移動できる夜行列車は一定の需要があるんだぜ。車内を探検してみよう。隣の車両は南賀車 SRW25 だ。高賀よりもグレードが高い寝台車両で、完全な個室となっている。高賀車と違って各コンパートメントに木目のドアがついているね。高賀車では車単の個室は3段ベッドだったが、南賀車はゆとりのある2段ベッドだ。2階建て部分は1階と2階で設計が異なる。1階部分は高賀と同じ2段ベッドの4人個室だ。寝台のクッションなどは高賀よりも良いが、一般的な平屋の南賀車両よりは少し窮屈に感じられるかもしれないぜ。次は2階部分を見てみよう。VIP と書いてあるけど、特別な寝台なのかな？そうだぜ。2階は定員3人の個室寝台で、中国全土でこの列車にしか存在しない特別な設備だ。この寝台については次回の動画で解説する予定だぜ。お楽しみに。次は先頭車側の食堂車に行ってみよう。食堂車は2両連結されていて、少数民族をテーマとした特別な内装になっている。寝台車に近い側の車両はこんな感じ。テーブルや座席の配置は一般的な食堂車と同じだが、色とりどりの装飾が施されており、旅行気分を盛り上げてくれる。厨房の周りにはカウンター席もあるのでここで一杯やるのもいいかもな。観光列車っぽいね。隣の車両はもっとすごい内装になっている。先頭側食堂車は懐かしのバーをテーマとした内装で、薄暗い照明でミラーボールらしきものもついている。座席やテーブルも民族風情を感じさせる布がかかっており、木彫りの巨大なテーブルも設置されているぜ。列車の中とは思えないね。そうだな。中国鉄路の車両でここまで遊び心がある内装は珍しい。棚には少数民族の民芸品が飾られているぜ。置いてある小物も可愛いね。せっかくなのでバー車両で就寝前のひとときを過ごしてみよう。カールスバーグビールとフルーツ盛り合わせを注文。山盛りのフルーツが運ばれてきた。思ったてたより量が多いね。一人分の量ではないな。注文を受けてからカットしたフルーツは新鮮で美味しかったぜ。高賀車に戻り車内設備を見ていこう。洗面台はこんな感じ。通常の高賀車は2つの洗面台が縦に並んだ構造だが、2階建て客車は定員が多いからか3つの洗面台が設置されている。洗面台のそばには中国の列車では標準装備の給湯設備がある。カップ麺を作るのに便利だね。食堂車に行けばカップ麺を買えるぜ。ちなみに、2階建て客車は階段がありカートを使えないため、この列車は車内販売が行われていないぜ。車内販売ができないというのは中国で2階建て客車が廃れた原因の一つとも言われているね。連結部のドア前には喫煙スペースがある。
中国の田舎は喫煙率が非常に高く、かつては客車列車の連結部にはタバコを吸う人が必ず1人か2人いた。若い号などの高速列車は禁煙だが、客車列車は連結部での喫煙化というのがこれまでの常識だったのだが、2026年に入ってから客車列車を含め全面禁煙になりつつあるらしく、今回乗車した列車でも車内放送で繰り返し禁煙と案内され、実際に吸っている人はいなかったぜ。ヘビースモーカーの人にとっては10時間タバコを吸えないのはきついでしょうね。トイレは1車両に2つある。観光列車だからか、中国の客車にしてはかなり綺麗に掃除されていた。コンセントは平屋部分廊下の折りたたみ椅子の近くにあるが、数が少なく確保が難しい。この廊下の折りたたみ椅子は普通の高架車両にはもっとたくさんあるのだが、2階建て客車では各車両に2席ほどしかなく、寝台以外で座って過ごせる場所がやや不足しているぜ。車内でコンセントを確保するのは難しそうだからバッテリーを持ち込んだ方がいいね。夜も更け、車内は洗面所周りの一部を除いて消灯される。そろそろ寝ることにしよう。深夜5時、目を覚ますと列車は真っ暗な駅に停車していた。マップで確認すると各系駅という霊光の一つ手前の駅だったぜ。到着時刻の8時まではまだ時間があるけど、列車は霊光まであと一駅のところまで来ているのね。いつから各系駅に停車しているのかはわからなかったが、Y752 時は各系駅で数時間運転停車を行うダイヤになっているようだ。長時間列車が停車している上に乗客の乗降もないので、睡眠環境としては非常に優れているぜ。駅の照明がついていないのも寝ている客にはありがたいね。7時25分、再び列車が動き出した。あと30分で霊光までの30キロを駆け抜ける。車内は照明がつき、乗客が身支度を始めているぜ。外を見ると夜が明けつつあるね。突然ですがオフ会の宣伝です。好評につき、ゆっくり海外鉄チャンネルオフ会、第2回を開催します。2026年2月14日、午後5時から東京、目黒のイベントバービールでお待ちしております。詳しくは動画概要欄を見てね。視聴者の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。7時55分、列車は帝国通り霊光駅に到着した。1階の窓から見える景色は2階建て客車に特有のもので、ホームが間近に迫ってくる。霊光駅にもロープ式ホームドアが設置されているんだね。珍しい2階建ての寝台列車、揺れや騒音が少なくて10時間の長旅でも快適に過ごせたね。そうだな。昆明霊光間を移動する際はぜひ利用してみてほしいぜ。この列車はこれから霊光、代理間の前運用、Y759、760時となる。この列車については次回の動画で紹介する予定だぜ。お楽しみに。今回の動画はここまで。このチャンネルでは他にも中国の鉄道についての動画をたくさん上げているから、興味が湧いた人はぜひ見てみてほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。